16世紀のヨーロッパは宗教改革と絶対王政の波に揺れていた。その中で父ヘンリー8世による離婚と宗教改革の余波を背負い、姉メアリー1世の弾圧を生き延びて即位した女性君主エリザベス1世。彼女が築いたエリザベス朝は、イングランドが宗教戦争と無政府状態の危機を脱し、大国スペインに抗する自信と文化的繁栄を手にした時代として記憶されている。だが、なぜ彼女はバージンクイーンを貫いたのか。いかにして国教会を確立し、スペイン無敵艦隊を退けるに至ったのか。そして、その統治は現代の民主主義や国家間にどのような影響を及ぼしたのか。人物史の核心に迫ることで、絶対王政の態度と近代国家の諸行を読み解いていきたい。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、王位継承の危機と即位。エリザベス1世がイングランドの王位に就いた1558年、国内は宗教的分裂と王位継承をめぐる不安に包まれていた。彼女の父ヘンリー8世は、ローマ教皇と決別してイングランド国教会を創設したものの、その後継者たちは宗派の方向性を揺れ動かせた。兄エドワード6世はプロテスタント改革を推進し、姉メアリー1世はカトリック復帰を試みた。メアリーの治世には300人以上のプロテスタントが家系に処され、女王の異名はブラッディメアリーとなった。エリザベスはメアリーによって度重なる尋問を受け、自らの身分と命を守るため、信仰や忠誠の在りかを慎重に隠し通す必要があった。この過酷な時代を経て、メアリーの死によって王位を継承した時、イングランドは疲弊し、王権の正当性さえ危ぶまれる状況にあった。彼女の即位は単なる王族の継承ではなく、国の方向性を決定づける重大な転機であった。エリザベスの即位は国内外で注目を集めた。特にカトリック諸国であるスペインやフランスは、彼女の正当性に疑問を呈し、カトリック勢力はエリザベスの王位を認めず、代わりにスコットランド女王メアリー・スチュワートに期待を寄せた。国内でも保守的なカトリック貴族たちはエリザベスの統治を警戒し、イングランドが再び無秩序に陥るのではないかとの不安が渦巻いていた。このような不安定な状況下、エリザベスは自らの治世を中道政策に基づくものとして打ち出した。宗教的寛容を装いながらも、王権の一元化と信仰の管理を進め、巧みに教皇の権威を排除する道筋を描いていくことになる。制度面では、王位継承法と司条権法により、自らの即位を法的に補強した。王位継承法は彼女をヘンリー8世の正当な子と位置づけ、司条権法は国王が教会の唯一の最高統治者であることを再確認させた。即位当初のエリザベスに対する評価は、イングランドの将来を占う試金石として慎重かつ注視されていた。国内のプロテスタント勢力は希望を抱き、反面カトリックからは潜在的脅威とみなされた。外交的にはフランスとスペインの均衡を取りながら独立的立場を模索するという複雑な立場に置かれていた。現代の研究では、彼女の即位は女性君主という前例の少なさにもかかわらず、政治的正当性と象徴性を見事に演出した点に注目が集まっている。宗教、性別、外交といった多層的な不安を克服し、王としての体と意志を同一化させる政治的演出は、後に絶対王政の原型として再評価されている。第2章、宗教改革とイングランド国教会の確立。エリザベス1世が王位について最初に直面した政策課題は、宗教体制の再構築だった。メアリー1世によるカトリック復帰と異端審問の余波が国内に深い傷を残していた一方、エドワード6世時代のプロテスタント改革派も根強い支持を保っていた。こうした中で、宗教的分裂をいかに収束させ、王権の安定を確保するかがエリザベスにとって最大の政治課題となった。1559年、エリザベスは司条権法と礼拝統一法という2つの法令を通じて新たな国教体制の枠組みを定めた。司条権法では、君主が教会の唯一の最高統治者であると宣言し、ローマ教皇の権威を完全に排除した。この表現には、前代の司条主張と異なり、
女性君主であるエリザベスが宗教的権威と政治的正当性のバランスを取るという意図が込められていた。礼拝統一法は英語による祈祷書の使用を義務付け、儀式の形式も中庸的なものに定めた。これはプロテスタントとカトリックの両派を一定程度受け入れ、暴力的対立を回避するための妥協策であった。この宗教的中道主義こそがエリザベス宗教政策の核心であり、彼女の知性全体を貫く統治哲学でもあった。しかしこの改革は単なる国内政策にとどまらず、国際的な波紋を引き起こした。カトリック教国スペインはエリザベスの即位と国教会の再編を異端的反乱とみなし、フランスもまたスコットランドのメアリー・スチュワートを支持することでイングランド内のカトリック勢力を刺激した。外交上、エリザベスは常に敵対的包囲網の中に置かれ、その中で中立と自主の道を模索せざるを得なかった。国内世論は複雑だった。プロテスタント市民層や一部の地方貴族は新体制に歓迎の意を示したが、農村部や伝統的貴族の中には依然としてローマ教皇への忠誠を抱く者も多くいた。特に北部のカトリック勢力は後に反乱を起こすことになる。だが弾圧を極力避け、法政を通じて全身的な信仰の統合を図るエリザベスの手法は暴力的な改革とは一線を画していた。制度的には国教会の枠組みは議会主導で成立しており、教会法と世俗法の融合という近代国家の原型が形成されていく契機ともなった。宗教が単なる信仰の問題ではなく、国家統治と密接に結びつく時代の到来であり、これにより国家教会という独自の概念が確立した。この政策に対する同時代の評価は二分された。プロテスタント教皇派ピューリタンからは改革が不徹底であると非難され、カトリックからは背信とみなされた。しかし王権を強化しつつ宗教対立の激化を回避したという点では、極めて現実的かつ革新的な統治術であったと言える。現代においてはこのエリザベス宗教和会が宗教的寛容と国家統制を両立させるモデルとして再評価されている。政教分離と信仰の自由が問題となる現代社会において、信仰と国家の関係をどのように調整すべきかという問いに一つの歴史的手がかりを提供している。第3章、メアリー・スチュワートとの対立と処刑。エリザベス一世の治世において最も長期かつ深刻な政治的懸念の一つがスコットランド女王メアリー・スチュワートとの関係だった。メアリーはヘンリー7世の曽孫であり、イングランド王位継承権を持つとされたため、国内外のカトリック勢力から正当な女王として推されていた。宗教的正当性と血統の正当性を併せ持つ存在として、メアリーはエリザベス体制にとって潜在的かつ常在的な脅威となっていた。1568年、スコットランドでの政治的混乱と失脚を受けたメアリーはイングランドに亡命を求めてきた。この時点でエリザベスは彼女を歓迎せず、即座に軟禁状態とし、その後19年間にわたって軟禁を続けることになる。表向きは保護という形であったが、実質は反乱と陰謀の温床を未然に封じ込める政治的措置であった。この長期軟禁の間、国内では複数のカトリック反乱と陰謀が発覚した。中でも1586年のバビントン陰謀事件は決定的だった。この事件では、メアリーがイングランド国王の暗殺を指示し、スペイン軍の上陸と連携する計画に関与していたことを示す書簡が発見された。この証拠に基づき、1587年、メアリー・スチュワートは国家反逆罪で処刑される。当時の国際的反響は極めて大きく、カトリック世界は激しく反発した。特にスペイン国王フェリペ2世は、イングランドに対する軍事的報復を正当化する口実としてこの処刑を用いた。メアリーの死は、宗教的な殉教者としての意味合いを帯び、国内外のカトリック信者の間で神格化された。このため、処刑は単なる政治的措置を超え、宗教戦争の火種となっていく。一方でイングランド国内では、この決断をめぐって複雑な感情が渦巻いていた。エリザベス自身、メアリーの処刑命令には躊躇を見せ、実行後には関係者を責め立ててみせるなど、表面的には距離を取ろうとした。この姿勢は、王権の象徴としての清廉性を保ちつつ、
現実的な安全保障政策を両立させようとする彼女の二重性を象徴していた。制度的観点から見ると、メアリー処刑は王権と議会の関係に緊張をもたらした。エリザベスは自らの権威を傷つけぬ容疑会の圧力を利用しつつ、あくまで処刑は国家安全保障上の必要として処理された。この事案は君主が神聖不可侵であるという観念と国家権益の保護との間で法的倫理的バランスをどのように取るかという問題形を提示した。メアリーの処刑に対する評価は時代とともに揺れ動いてきた。近代初期のプロテスタント史観では正義の女王としてのエリザベスの決断が称賛されたが、現代史学ではメアリーの人物像と裁判過程の再検証が進み、処刑の正当性をめぐる議論が続いている。とりわけジェンダーと権力、宗教と国家の関係をめぐる多元的な視点が導入されることで、2人の女王の対立は単なる王位争いにとどまらず、近代国家の成立過程そのものを映す鏡として再解釈されている。第4章、スペイン無敵艦隊との戦争。1588年、エリザベス一世の治世における最大の外交的、軍事的事件が勃発する。スペイン国王フェリペ2世が指揮した無敵艦隊がイングランド侵攻を目的として出港したのである。この戦争は単なる海軍の激突ではなく、宗教対立と覇権争い、そして近代国家の外交戦略が複雑に交錯する歴史的転機であった。この対立の背景には複数の要素が絡んでいた。まず1587年のメアリー・スチュアート処刑により、スペインは名実ともにイングランドを異端国家とみなし、軍事介入を正当化した。さらにエリザベスがネーデルラント現在のオランダにおけるプロテスタント反乱を支援していたこともスペインの対英敵意を強めた要因となる。当時ネーデルラントはスペインの属領であり、反乱の背後にイングランドがいることは明白だった。スペインの戦略は無敵艦隊で制海権を握り、ネーデルラントから陸軍を連携させてイングランド南部に侵攻、王政を転覆させるという大規模なものであった。これに対してイングランドは比較的小規模な艦隊しか持たなかったが、海軍戦術と気象条件において優位を保っていた。フランシス・ドレークらによる奇襲と沿岸部を利用した綿密な迎撃作戦が功を奏し、英仏海峡を進んだ無敵艦隊は補給の途絶と悪天候により壊滅的な損害を受けて敗走する。戦争そのものは短期決戦であったが、宗教的、文化的には長期的な影響を及ぼした。エリザベスはキルベリーで軍を前に言った演説で、私は女だが王としての心を持つと述べ、王権の親和性と統率力を強調した。この言葉はイングランド国民の間に強い一体感とナショナルアイデンティティを育む契機となった。宗教改革後の国家像と君主における権威の再定義がこの戦争を通して結晶化したのである。制度面では今回の戦争によってイングランドにおける海軍の戦略的地位が飛躍的に向上した。これまで陸軍主体であった国家防衛政策は海軍を中心とするグローバルな防衛構想へと移行し、後の帝国形成へとつながっていく端緒となった。王室主導の艦隊整備が進められ、海軍官僚制度の崩壊がこの時期に見られる。外交的にはスペインの敗北はヨーロッパ全体に衝撃を与えた。カトリック世界ではフェリペ2世の権威が揺らぎ、プロテスタント国家は希望を得た。イングランドはこの戦勝を用いて自国の宗教的正当性を国際的にアピールし、以降はプロテスタント勢力の擁護者として国際政治に関与する道を選んでいく。当時の世論は女王と国家が一体となって外敵を打ち破ったという物語を称賛した。詩人たちはエリザベス朝の勝利を高らかに歌い、宮廷では栄光の女王という神話的イメージが定着していく。これは単なるプロパガンダではなく、統治理念としての国家宗教、王権真珠説、そして国民統合の枠組みを提供する象徴として機能した。現代における評価では、この戦争がイングランド、ヨーロッパ辺境の海洋国家から大西洋世界の競争者へと脱皮させた転換点として位置づけられている。また、女性君主が国家の軍事、外交を直接指導し、象徴的勝利を収めた事例としても注目される。戦争の勝利そのものよりも、
それが国民国家の形成とアイデンティティ構築に与えた影響が深く掘り下げられている。第5章、宮廷政治とバージンクイーンイメージの構築。エリザベス一世の治世において得意かつ戦略的だったのが、彼女が生涯独身を貫いたバージンクイーンというイメージの創出と活用である。この選択は単なる私的な生涯の一側面ではなく、政治、宗教、外交のすべてにおいて国家戦略と密接に結びついていた。エリザベスは自らの体と王権を一体化させ、国家そのものとして振る舞うことで、男性中心社会における女性君主としての正当性を巧みに演出したのである。16世紀ヨーロッパでは、王位を継ぐ女性が結婚することは、しばしばその配偶者の国家的影響力をもたらすことを意味した。つまり、女王の結婚は、国内外において重大な政治的難易を伴った。エリザベスには幾度となく縁談が持ち込まれた。フランスのアンジュー公フランソは、スペイン王フェリペ2世、スウェーデン王子などが候補に上がったが、彼女はいずれも成就させなかった。この結婚しないという選択は、外交交渉において極めて有効だった。各国は女王との結婚を外交カードとして利用しようとし、エリザベスはそれを逆手に取り、国家の立場を有利に進めた。いわば彼女の婚姻は常に未確定の可能性として機能し、イングランド外交の柔軟性を担保したのである。国内では、未婚の女王が国家を母のように慈しむという宗教的、象徴的意味が強調された。とりわけプロテスタントの文脈では、マリア信仰に代わる新たな女性崇拝の対象としてエリザベスが神聖化されていった。処女という属性は宗教的純潔性、神への献身、国家への忠誠の象徴として読み替えられ、彼女はイングランドの処女神として称えられた。このイメージ戦略は宮廷文化と連動していた。詩人エドマンド・スペンサーの女子使用性の女王では、エリザベスが正義と徳を体現する女神グロリアーナとして描かれ、宮廷祝祭や仮面劇では女王が中心に据えられることで、統治の正当性と意向を文化的に支えていた。王権は法と軍事だけでなく、芸術と演出によっても支えられていたのである。制度的には、結婚しないという選択は王朝継承に不確実性をもたらした。だが、逆にそれが彼女の権威を集中させる要因となった。摂政や王杯を置かず、自らが唯一の国家意志の体現者であるという構造が、絶対王政の初期的形態として機能した。王位継承者不在という危機的状況を逆手にとって、自己の権力を強化するという手法は前例のない統治形態であった。同時代の貴族や帝臣からは、この選択には称賛と困惑の両面があった。王朝の安定を望む貴族たちは女王の結婚を願ったが、同時にバージンクイーンイメージがもたらす意向と国家的利益を理解していた。外国勢力はしばしばこの独身を不安定な政治基盤とみなしたが、それゆえにエリザベスのイングランドは予測不能な外交主体として恐れられた。現代の歴史研究では、このバージンクイーン像がフェミニズム、政治的象徴、国家統治の三位一体として再検討されている。ジェンダーに基づく権力構造を問い直す視点からは、エリザベスの戦略は抑圧ではなく主体的選択であったとされ、同時に神話化された女性像を国家統合の道具とした政治的操作の先駆けとみなされる。第6章、経済・文化の発展と帝国的ビジョン。エリザベス一世の治世は単なる政治安定の時代を超えて、経済的自立と文化的繁栄を特徴とするエリザベス朝の黄金時代として後世に記憶される。だがこの繁栄は単純な豊かさの象徴ではなく、内政と外交、商業と冒険、芸術と国家意識が織りなす複合的構造の結果であった。まず経済に目を向ければ、エリザベス治世のイングランドは中性的経済構造から脱却し、初期資本主義の萌芽を見せていた。羊毛産業を基盤とした輸出型経済は、同時に労働の変動と農村の困窮を招き、貧民層の増加という社会的問題も生んでいた。これに対してエリザベスは貧民法を制定し、国家が貧困に介入する制度を整備した。これは後の福祉国家の原型とも言われ、国民と国家の新たな関係を模索する試みでもあった。また
海洋進出と海外交易の拡大は国家経済の大きな転換点を画した。フランシス・ドレークやウォルター・ローリーに代表される渡しかす目線、私的な許可を得た略奪船はスペインの海上覇権を揺るがしながらイングランドに莫大な富と情報をもたらした。こうした活動の多くは王室の暗黙の講演を受けており、商業的利益と国家の威信が一体化していた。とりわけ重要なのが1600年に設立された東インド会社である。これは国王特許による株式会社としてアジア貿易を担う制度的枠組みであり、近代的植民地経営と企業国家の視点とみなされている。国家の軍事力と商業資本の結合という新たな帝国構造がここに敗退していた。文化面でもエリザベスの政治的安定と保護政策の下で文学と演劇が開花した。ウィリアム・シェイクスピア、クリストファー・マーローらの作品群は単なる娯楽を超えて国家と個人、権力と倫理、宗教と信仰を主題とし、王権と国民との関係を深く問い直す場となった。演劇は宮廷のみならず民衆の空間にも浸透し、公共権としての劇場が社会的討議の場を形成した。この文化的隆盛は女王自身の存在によって強く支えられていた。エリザベスは芸術の庇護者としてのみならず、芸術作品の主題そのものとして君臨し、文化の中枢に王という存在を再配置したのである。王権の象徴性が芸術を媒介に民衆へと浸透する構造は、国家統治と文化の一体化という観点から極めて現代的であった。周辺諸国との関係においても、こうした文化的自信と経済的自立は対抗的アイデンティティの形成に寄与した。スペインやフランスと異なり、イングランドは海を越えて世界とつながる国家としての独自性を強調し、島国としての地理的条件を積極的に国民意識へと転換していった。外敵との戦争を経た選ばれた国民という自己認識が内政・外交の両面で国民統合の装置として機能したのである。現代の評価では、この時期の経済・文化発展を単なる繁栄としてではなく、国家権力と市場・知識の結合がもたらす支配装置の構築と見る視点が強まっている。エリザベス朝の黄金時代は近代国家の形成における分岐点であり、絶対王政から帝国主義への橋渡しとなる歴史的フェーズだった。第7章、晩年の権力構造と評価の変化。エリザベス一世の治世末期、表面的な黄金時代の裏では、王権と議会、王権と民衆の間に生じた亀裂が静かに拡大していた。即位以来45年間、前例のない長期政権を維持した女王は、晩年に至って政治的決断力を次第に失い、側近政治と特権階級の腐敗が目立つようになる。一方で、国家運営の制度的枠組みが拡張し、王権がその絶対性を保つことが困難になる構造変化も生じていた。まず財政の逼迫が深刻だった。長年にわたる戦争、特にスペインとの断続的な交戦と、ネーデルラント支援、アイルランド征服戦争は王室財政を圧迫し、歳入不足が慢性化していた。このためエリザベスは特権商人への独占権付与や課税権の乱用によって資金を調達したが、それは議会との緊張関係を引き起こした。特に1601年の議会では、議員たちが女王の側近であるエセックス伯の失勢と官職売買を激しく非難し、王権への忠誠の表明と批判が同時に噴出するという象徴的場面となった。この時期、エリザベスの身近で起こったもう一つの転機が、最愛の長身エセックス伯ロバート・デ・バルーの反乱である。彼はかつての栄光を背景に軍功を誇ったが、アイルランドでの戦役に失敗し、女王の信頼を失った。1601年、エセックスはロンドン市民を扇動して宮廷を包囲しようとするも失敗し、処刑された。この事件は、女王の意向がもはや絶対ではなくなったことを象徴していた。王位継承問題も晩年の政治課題だった。生涯独身を貫いたエリザベスには子がなく、後継者の不在は常に政争の火種となっていた。彼女は明確な指名を避けつつも、最終的にはスコットランド王ジェームズ6世、ジェームズ1世を後継と認める形で王朝の継続を図った。ここに、テューダー朝からスチュアート朝への移行という重大な王朝転換が成立する。
この王朝以降は君主制の絶対性がもはや一人のカリスマに依存するものではなく、制度的継承と外交均衡によって維持される段階に達していたことを示している。つまり女王の死とともに絶対王政の個人支配は頂点を超え、制度化された王権の時代へと移行したのである。当時の世論はエリザベスの最晩年においても概して高い敬意を抱いていた。自母なる女王という理想像は依然として強固であり、彼女の死は国民的喪失として広く受け止められた。1603年、女王の死に際し、民衆は広場に集まり、沈黙と祈りでその終焉を見送った。女王の遺体はロンドン塔からウェストミンスター寺院へと運ばれ、国民的な弔意の中で葬られた。現代史学においては、エリザベス一世の晩年は王権神話の終焉と近代政治への移行が交錯する時代と位置づけられる。権威の中心としての君主が制度的支配へと改修され、国家統治の合理化が始まる一方で、個人のカリスマ性が政治的統一の装置として最後の輝きを放った瞬間だった。今回の動画は以上となります。エリザベス一世の生涯は宗教改革と絶対王政の狭間で、女性君主として国家を統合し、外交、宗教、文化を横断的に再構築した過程そのものだった。彼女の治世は国家教会制度の確立、海洋進出と経済体制の変容、そして諸女王としての象徴的王権によって近代的な主権国家の枠組みを形成した転換点である。絶対王政の確立と限界、宗教的寛容と政治的抑圧、文化の繁栄と制度化された権力の緊張関係、それら全てが彼女の政治空間に重層的に現れていた。彼女の統治が問いかけるのは、権力の正当性とは何か、象徴と制度のどちらが国家を支えるのかという普遍的なテーマである。エリザベス一世を通して見えてくるのは、近代国家が個人の意志と制度の総国から誕生していく、その歴史的ダイナミズムにたならない。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。